おはようございます。羽幌の朝です。昨日の雨は上がり、雲は多くありますが、青空が覗く良い天気です。昨日の雨でバスルームは物干し状態です。羽幌温泉サンセットプラザを出発です。羽幌の街並みを抜け、本日の宿泊地稚内へ向かいます。その前に今日の旅の目的地の一つに立ち寄ろうと思います。左手に日本海を望みながらオロロンラインを北上して行きます。40年前のこの写真はおそらくこの辺りで撮ったのかなと思います。羽幌から稚内の間のどこかです。何やら謎の物体が見えてきました。U ターンして確認するとオロロン鳥のオブジェでした。オロロン鳥はオロロンラインの名前にもなっている羽幌市の離島に生息する絶滅危惧種らしいです。しかし大きなモニュメントです。モニュメントの隣には塩見地蔵尊がありました。石像ではなく木造の珍しいお地蔵さんです。明治中期、本州と行き来する帆船に安全を祈願するため祀られていたものを塩見の住民が譲り受け祀られているそうです。前日とは打って変わってお天気はいいのですが、台風の影響か海からの強い潮風でカメラのレンズに潮がついて大変でした。しばらく映像が曇ってしまいました。国道から海岸に降りられるところがあったのでバイクで少し寄ってみました。風は吹きすさび、波は荒く、沖合から白波が押し寄せてきます。実はこの後海岸から道路に上がるのにタイヤが砂に埋もれて少し焦ったのでした。道の駅遠別富士見にてコーヒータイムで赤かぶで来られている方としばし歓談です。手塩から北海道道551号線に入り内陸部を走り宗谷岬を目指します。内陸部の道道を走ると海岸線の国道と比べ交通量も少なく風も穏やかになりました。なだらかな丘がどこまでも続く牧草地の中を道路が続いていき、時々白樺の森が現れ景色の変化を楽しませてくれます。まさに北海道をイメージする時の景色そのものの中を進んでいきます。天気も最高で至極のライディングのひとときでした。
ロードスターがフルオープンで追い抜いていきます。いいですね。When it's all about the race, no turning back, too late. Got my bones about to break, body's numb, can't feel the pain, but my soul still got the fire, got my heart beating faster. No time to waste, 'cause my time is now.動画にも見える道路脇のこの設備、道内の多くの道路に設置されています。最初は何かわからなかったのですが、防雪策といい、冬場の雪の吹き溜まりや視界障害を防ぐものらしいです。北海道は冬の気温も低くサラサラの雪なので、このような設備が有効なのでしょうね。お腹が空いたのでコープ沼川でご飯を買って牧草地横のスペースでお昼ご飯をいただきました。最高の昼食でした。国道238号をさらに北上します。宗谷岬手前数キロのところに間宮林蔵樺太探検出港の地の記念碑がありました。200年以上も前に未知の世界を探検するためにこの地を出発したことを想像すると、いかに勇気のいることか伺えます。数分で40年前にも訪れた日本最北端宗谷岬に到着です。40年も経つと人間もかなり劣化しますが、コンクリートのモニュメントも劣化したのか代替わりしていました。僕にとって40年ってあっという間のようでしたが、長かったんですね。実はここで写真を撮ることも今回の旅の一つの目的でした。今回もモニュメントを訪れている方にお声掛けし、シャッターを押していただきました。写真を撮り立ち去ろうとすると、20代前半と思われる方から声をかけられ、すいません、写真を撮っていただけますかとスマホを渡されました。快諾し数枚写真を撮ってあげてその場を立ち去ったのですが、少し話をすればよかったかなと後で反省しました。もしかしたらいろいろお話できたのかもしれません。ちょうど40年前の僕のような心境で一人で訪れていたのではないかと思いを巡らすのでありました。僕は大阪でバーテンをしててねなんて言ってしまいそうです。冗談です。その後日が傾いてきたので早々に稚内に向かい、道民イン稚内で宿泊です。温泉に浸かりウイスキーをいただきおやすみなさいです。